皆さんこんにちは。今回は新型スピードツイン900のカスタムの様子を動画にします。具体的には前後のフェンダーとサイドカバーをカーボンフィルムでラッピングし、リアのウインカーを交換しました。それでは行ってみましょう。シートを外してリアフェンダーを外していきます。ボルト4本とハーネスを外すだけです。実は当初、モートーンのリアフェンダーをつけようと目論んでいました。もちろん適合情報はありません。結果はお察しの通り、ネジ穴の位置が合いませんでした。2025年以降のスピードツインは、シートのフレームの幅が狭くなったという噂を後で聞きました。ということで作戦変更です。フェンダーは純正のまま使って、ウインカーだけモートーンのものに変えます。ざっと使うものを紹介していきます。まずはウインカー。このウインカーはハロゲンなので、HID やの LED 電球に後で変えます。あとは、ウインカー用のステー。変換用のハーネス。変換用ハーネスを加工するためのカプラーと端子、再専用ペンチです。概要欄に詳細とリンクは貼っておきます。それでは行ってみましょう。まずは変換用ハーネスを加工します。皮を剥いて端子をかしめます。これをプラスマイナス ×2 本分やります。作ったハーネスは一旦置いといて、フェンダーを分解していきます。配線が出てきました。純正のウインカーも外していきます。それではモートーンのステーを取り付けます。続いてウインカー本体を取り付けます。ここで変換用ハーネスを使うのですが、さっきは端子をつけただけでコネクタをつけていなかったのでつけます。変換用ハーネスを使ってウインカー本体と車体側の配線をつなぎます。配線を整理して元に戻せば終わりです。スペースが少ないので、売却のことを考えないのであれば、ウインカー本体のハーネスを加工してもいいかもしれません。忘れずに LED 電球に変えておきます。本当ならここで終わりなのですが、モートーンのフェンダーへの期待感がめちゃ高かったので、いまいち消化不良です。そこで思いつきました。フェンダーをカーボン調にすればモダン寄りになってかっこよくなるのではということで、もう一度フェンダーを分解していきます。テールランプも外していきます。水で砂やホコリを流します。大まかな汚れを落としたら、手元にあったクリーナーを使ってきれいにしていきます。それではフィルムを貼っていきたいと思います。今回用意したのはカーラスのカラー PPF です。中華製ですが PPF の中ではコストパフォーマンスが高いと一定評価されています。ビニールのラッピングフィルムと PPF の違いについてはここでは割愛します。貼る前に脱脂はしておきましょう。正直フロントフェンダーはめちゃくちゃ難しいです。素人がこの湾曲を1枚で貼るのは相当センスか練習がいるかも。ヒートガンとスキージーを使ってシワを伸ばしていきます。
この時はそれっぽくなっていますが、翌日にはエッジが浮いてきました。ということで、2枚に分割して貼ってみます。それと、エッジはしっかりヒートガンで温めてから処理するようにしました。それでもシワが寄ってしまい、いつ剥がれてもおかしくないような感じです。そもそも PPF にこの湾曲は無理で、ラッピング用のフィルムを使うべきだったのかもしれません。そんな感じで、リアフェンダーも最初に貼り付けた時はエッジが浮いてきたので、これが2回目です。リアフェンダーは外から見えるところだけを貼り付けていきます。フロントフェンダーよりはシワも寄らないし簡単です。エッジを処理していきます。局所的にテンションがかかると剥がれてきてしまうので、切れ込みを入れたりして逃がします。この後、サイドカバーにもフィルムを貼りました。完成したのがこんな感じです。リア周りの見た目は結構気に入っていますが、フロントフェンダーとサイドカバーについては、これはこれでありかなという気持ちと、少しやりすぎたかなという気持ちで半々です。まあ悪いわけじゃないので、剥がれてくるまではそのままでいこうと思います。今後も新型スピードツイン900のカスタムが進んだら動画にしていこうと思います。購入してから半年経ったので、ぼちぼちインプレ動画でも撮りましょうかね。今回の動画が参考になったよという方は、いいねとチャンネル登録お願いします。次回の動画もお楽しみに。